こんにちは、現役教官です。今日勉強するのは第1段階の項目5、緊急自動車などの優先。この項目について勉強していきたいと思います。まず皆さん、緊急自動車とはどんな車かご存知でしょうか？緊急自動車とは、サイレンを鳴らし赤色のランプをつけた状態で走行している消防車や救急車、パトカー、あとは応急作業用自動車などを指します。まさかパトカーの厄介になることはないと願いますが、救急車なんかはお世話になったことがある人、これからなる人もいるかもしれません。こういった車は通報を受けて1分1秒でも早く現場に到着する必要がある、まさに名前通り緊急の自動車なんですね。少しの遅れだけで人命に関わる可能性がある、そんな大事な車たちです。なので道路で緊急自動車が近づいてきたら、運転者たちは道を譲らないといけないんですね。譲らない場合はちゃんと罰則まであります。ですが、ここで注意点が道の譲り方です。みんなが勝手なやり方で道を譲り合っていたら、かえって緊急自動車の邪魔になる場合があるんですね。道の譲り方にも決まりがあります。この項目では、そんな緊急自動車の優先、あと路線バスなどの優先についてお話ししたいと思います。それでは早速いきましょう。ではまず、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきた時の道の譲り方です。この場合は交差点に残ってしまうと緊急自動車が右左折できなくなってしまうので、交差点を避けて左側によって一時停止します。対向車の邪魔にならないようにお互い左側に寄れば道路の中央が空きます。そこを緊急自動車が通行するという形です。交差点付近で緊急自動車が近づいてきたら、交差点を避けて左側によって一時停止すると覚えておきましょう。しかし例外としてこんな場合もあります。一方通行の交差点です。この場合、緊急自動車が近づいてきたら、交差点を避けて左側もしくは右側によって一時停止をして道を譲ります。一方通行の場合は対向車がいないので、左側でも右側でも緊急自動車を避けやすい方向に道を譲ることができるということですね。同じ交差点付近でも一方通行かそうでないかで道の譲り方が異なるので、引っ掛け問題には十分注意しましょう。次に交差点やその付近以外の場所です。要するに直線路ですね。この場合の答えは非常にシンプルです。左側に寄る、それだけで OK です。交差点と違って一時停止の義務もありません。また直線路でも一方通行の場合があります。その場合は左側もしくは右側に寄る、それだけです。これまた一方通行だと対向車がいないので右に寄っても OK ということですね。このように普段は左側によって道を譲りますが、一方通行の場合は右側によって道を譲ることもできる。この緊急自動車の道の譲り方は学科試験にもよーく出ますので、その違いは確実に覚えておきましょう。次は路線バスなどの優先です。バス停で止まっている路線バスが発進しようと合図をしているときは、後方の車はその発進を妨げてはいけないという決まりがあります。なので運転中にバス停のそばを通るときは、バスの動きに注意して、バスから合図があったら減速して道を譲るようにしましょう。しかし、その場合でも路線バスの合図のタイミングがギリギリで道を譲るのに急ブレーキなどになりそうな場合はそのまま進むことができます。余裕があるときはバス停の発進合図をしている路線バスに道を譲るが、余裕がない場合はそのまま譲らず通行しても良いと覚えておきましょう。次は専用通行帯です。このようにバスの絵に専用と書かれている標識はバス専用通行帯と言います。バス専用通行帯はバス以外にも小型特殊自動車、原付、軽車両は通行することができます。バス専用とありますが、バス以外にも通行できる車があることを覚えておきましょう。皆さんが運転する自動車では、右左折のために寄る場合や、工事中でやむを得ない場合、緊急自動車に道を譲るときだけは通行できます。それ以外ではバス専用通行帯を通行してはいけません。違反で検挙されてしまうので通行には気をつけましょう。次は優先通行帯です。今度はバスの絵に優先と書かれている標識です。この標識は路線バス等優先通行帯といって、路線バスなどが優先的に通行することができる標識になります。路線バスなどとは路線バス以外にも通学通園バスや公安委員会が指定した自動車も含まれます。今回の標識は優先であって専用の通行帯ではないので、
他の自動車でもこの通行帯を通行することができます。というわけで、この標識があっても皆さんの自動車も通行して大丈夫です。ただ、通行する場合、通行中に路線バスが近づいてきた時には、速やかにそこから出なければいけません。なので、交通が混雑していて、路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れのある場合は、初めからその通行帯を通行してはいけません。路線バス等優先通行帯は、普段は通行していいですが、路線バスが来たら出る、混雑していて出られない場合は、初めから通行してはいけないということになります。では最後に練習問題です。第1問。緊急自動車に進路を譲るときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側によって進路を譲らなければならない。普段は左側によって進路を譲りますが、一方通行の場合は対向車がないので、右側によって進路を譲っても問題ありません。第2問。この標識のある通行帯では、小型特殊自動車、原付、軽車両は通行することができる。この標識はバス専用通行帯です。設問の通り、バス以外にも上記の車は通行できます。第3問。標識や表示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されているところでも、交通が混雑している場合は通行できる。交通が混雑している場合は出られなくなってしまうので、優先通行帯を通行してはいけません。問題文をよく読んで引っ掛け問題には気をつけましょう。では、今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは、現役の教習助教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ、評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。